皆さん、こんにちは。ご視聴ありがとうございます。リーダーとしてもっと成果を上げたいけれど、いつもストレスやプレッシャーで疲れ切っている。そんな悩みを抱える方は少なくありません。優れたリーダーほど自分に優しいは、こうした現代のリーダーたちに自分に優しくなる重要性を伝え、効果的なリーダーシップを育むための具体的な方法を解説しています。著者はこれまで多くのビジネスパーソンをサポートしてきた経験から、自己犠牲に頼らずとも優れた結果を出せるリーダーの共通点を明らかにしています。この動画では本書の要点やリーダーシップに役立つ具体的なアドバイスを紹介しながら、私自身の感想や学びも交えて解説します。自分に厳しくなりすぎている方にぜひ見てほしい内容です。それでは本の重要なポイントについて順番に見ていきましょう。本の重要な3つのポイントを紹介します。ポイント1、自分に優しいリーダーシップの本質とは。多くのリーダーは成果を出すために自分に厳しくあるべきという考えを持ちがちです。しかし著者は優れたリーダーほど自分に優しいという言葉通り、自分に優しくすることが優れたリーダーシップに不可欠であると説いています。本書ではまず自分を大切にし、自分に対する配慮やケアが結果として周りの人たちにも良い影響をもたらすことが解説されています。自分をいたわることは決して甘えではなく、リーダーシップの安定感を生む源となります。著者の提案するリーダーシップのあり方は、まず自分の心身を整えることから始めるものです。例えば過重なストレスを軽減し、心に余裕を持つことで周囲への配慮や適切な判断力が生まれます。これにより部下や同僚との関係が良好になり、組織全体がより効率的に動くという好循環が生まれるのです。私もこれまで成果を出すためには頑張り続けなくてはと思っていましたが、この本を読んで自分を大切にすることが周囲にプラスの影響を与えるという考え方に大きく共感しました。確かに自分の調子が良い時は部下へのアドバイスにも自信が持て、結果として部下も安心して仕事に取り組めていると感じます。ポイント2、自分を満たすリーダーのセルフケアの重要性。本書ではリーダーシップを発揮するための基本としてセルフケアの重要性が繰り返し強調されています。リーダーは他者に影響を与える立場だからこそ、自分自身を充実させ、心身の健康を保つことが周囲に好影響を与えるといいます。ここでのセルフケアとは、単に健康を維持するだけではなく、自分を励まし、意識して自分をポジティブな方向へ導く習慣を持つことを指しています。例えば著者は自分に1日5分でも感謝の時間を持つことを推奨しています。日々の忙しさに追われるリーダーがほんの少しの時間でも自分をねぎらわり、自分の存在価値を再確認することによって自分を信じる力が養われ、どんな困難な場面でも前向きに対処できるようになるといいます。このようなセルフケアを実行することで、リーダーとしての安定感が生まれ、周りのメンバーにもポジティブな空気が伝わりやすくなるのです。投稿者の感想。私も日々の仕事の中で自己評価が下がってしまうことがありましたが、この本を読んでからは意識的に自分をねぎらう時間を持つようになりました。毎日少しの時間でも自分が達成した小さなことを褒めることで気持ちがリセットされ、仕事へのやる気が再び高まるように感じています。ポイント3、自己犠牲ではなく共感で築くリーダーシップ。著者は本書でリーダーシップは自己犠牲ではなく共感を通じて育まれると述べています。多
くのリーダーが周囲の期待に応えようと過剰に自分を犠牲にしがちですが、それでは持続的な成果を生むのが難しいのです。むしろリーダーが自分の心に余裕を持ち、部下に共感する姿勢が組織全体の士気や信頼関係を高める鍵になると著者は強調しています。例えば著者は部下の意見をただ聞くだけでなく、共感して応じることがリーダーにとって大切だとしています。リーダーが自分に優しくする姿勢は部下に対しても共感的に接する姿勢につながり、部下は安心感を得て本来の力を発揮しやすくなります。このような共感的なリーダーシップが築かれることで、メンバーが一つの目標に向かって協力しやすくなり、結果として組織全体のパフォーマンスが向上します。私自身も部下の意見に共感して耳を傾けることの効果を実感しています。以前はリーダーとして厳しい姿勢で臨むべきだと考えていましたが、共感を持って接することで部下との信頼関係が深まり、彼らの自主性が引き出されていると感じます。この本を通してリーダーシップの新たな可能性に気づかされました。本からの引用、エピソード紹介。印象的なエピソード。リーダーの言葉が変わればチームが変わる。本書にはリーダーがふとした瞬間にかける言葉が部下のやる気やパフォーマンスにどれほどの影響を与えるかを示す印象的なエピソードが紹介されています。ある企業のリーダーが部下に対して結果が全てだと常に成果を求める姿勢をとっていた時、チーム全体に疲労感が漂い、成績も下降し始めたといいます。チームメンバーの多くは常に失敗を恐れるようになり、新たなアイデアやチャレンジを避ける傾向が強くなってしまいました。そこでリーダーは失敗を恐れずに自由に挑戦してほしいと方向性を変え、メンバーの気持ちを和らげるような言葉をかけるようになりました。すると部下たちの表情が明るくなり、業務に対しても積極性が戻り始めたのです。リーダーが気持ちに余裕を持って自分に優しくなれると、自然と周囲にも良い影響が波及していきます。このエピソードはリーダーの言葉がどれほど部下に安心感ややる気を与えられるか、そしてそれが組織全体の雰囲気を改善し、業績向上にもつながることを示しています。著者はリーダーの一言が部下に勇気やチャレンジ精神を生むことがあると述べています。リーダーが無意識に投げかけた厳しい言葉や冷たい態度は部下の意欲や挑戦心を削いでしまうことがある一方、支えや励ましが感じられる言葉や態度が部下を勇気づけ、彼らが自発的に力を発揮する環境を生み出すのです。リーダーが自分を大切にし、穏やかな気持ちで周りと接することが結果として良好なチームの状態につながると本書は教えてくれます。私も自分が部下にかけている言葉や態度を見直すきっかけになりました。以前は成果を出すには多少のプレッシャーが必要だと思っていましたが、無意識に相手に負担をかけ、挑戦の意欲を削いでしまっていたのかもしれません。この本を通じて自分に優しくすることで部下にもその優しさが伝わり、彼らがより安心して仕事に向き合えるようになるというリーダーシップの可能性を改めて考えさせられました。本の実践的な応用方法、実生活での生かし方。まず自分に優しくなること。本書が提唱するリーダーがまず自分に優しくすることは、現実の生活や仕事の中で多くの場面に応用できます。例えば、リーダーは日々の業務において自分の至らない部分や思うようにいかない状況ばかりに目が向きがちです。しかし、著者は意識して自分を褒める時間を取ることを勧めています。これは日々の小さな達成を見つけ、自分の努力や良い点を積極的に評価する習慣であり、
ポジティブなエネルギーや安定感をもたらします。毎日の終わりに今日はこういうことができたと自分の成果を振り返ることで自然と自分に対して優しさが生まれ、ポジティブな自己評価が育まれるのです。さらにリーダーとして自分の心身のケアを重視することも長期的な視点で重要です。著者が推奨するのは、例えば仕事の合間に簡単なストレッチや深呼吸、1分だけでも気分転換になるような歩行など小さなセルフケアを取り入れることです。これによりリーダーがストレスをうまくコントロールでき、部下や周囲に優しく安定した姿勢で接することができます。自分に厳しすぎるよりも、まずはリーダー自身が自分をいたわり、心に余裕を持つことが良好なチーム作りや部下の成長を促進するのです。私自身も本書を参考にして毎日少しの時間を使って今日自分が達成したことを振り返るようにしました。例えば時間のない中でも部下との面談を欠かさなかった、いつもより周囲に感謝の言葉をかけられたといった小さなことを認めるだけで自分に対してポジティブな気持ちが持てます。またこまめに短時間のセルフケアを取り入れることで心の余裕が生まれ、周りに優しく接する意識も高まりました。こうして自分を大切にすることがリーダーシップを育む基盤となると実感しています。まとめです。優れたリーダーほど自分に優しいは、これまでのリーダーは厳しくあるべきという概念を見直し、自分自身に対する優しさこそが周囲に良い影響をもたらすという新しいリーダーシップのあり方を教えてくれます。リーダーが自分を大切にし、自己肯定感を育むことで心に余裕を持ち、結果的にチーム全体が活性化する効果があると著者は述べており、リーダーだけでなく周りの人々にとっても有益な内容が詰まっています。日常で実践できるセルフケアや自己肯定の方法が紹介されており、リーダーに限らず誰でも活用できる実践的なアドバイスが多いことも魅力です。私自身この本を通して自分を大切にするリーダーシップの大切さに気づかされました。以前は厳しさこそがリーダーの資質と思っていましたが、まず自分が充実することがチームにも良い影響を与えるという考えに納得です。意識的に日常に取り入れることでリーダーシップに自信がつき、周囲ともより良い関係が築けるように感じます。私にとっては満足度の高い一冊です。リーダーの方にはもちろん、日々のストレスに悩むすべての方におすすめできる内容です。ここまで優れたリーダーほど自分に優しいの内容をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。この本はリーダーは自己犠牲をせず、まず自分をいたわることが周囲にも良い影響を与えるという新しいリーダーシップのあり方を教えてくれます。日々の忙しさに追われているリーダーや周囲への配慮に疲れてしまう方にとって自分を大切にする視点は特に価値があると感じます。自分をケアする方法を知ることでリーダーとしてさらに高い成果が生み出せるようになるでしょう。この動画を見て興味を持った方はぜひ本書を手に取ってみてください。もし本書を読んだ方がいましたらぜひ感想をコメント欄でシェアしてください。またチャンネル登録もお忘れなく。今後もこうした内容を発信していきますので引き続きよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。